どうも、男中村です。7月になりました。私の住む京都では7月になったら祇園祭りで賑やかになるんですけど、今年はコロナの影響で静かなんですよ。皆さんはいかがお過ごしですか？実は7月っていうのはしば漬けの季節なんですよ。しば漬けのしばっていうのは赤しその意味です。ナスとかキュウリとかを赤しそと一緒につけて乳酸発酵させた京都の伝統的なお漬物ですね。6月から8月ぐらいまでは赤しそが売ってるんで、しば漬けの季節なんですよ。この6月から8月っていう暑い季節につけるから乳酸発酵が進んで美味しくなるんですよ。ところが売ってるしば漬けのほとんどが乳酸発酵させずに調味液につけただけのものなんですよ。その方が低コストで品質も安定しますから、売る方の立場としてはそれは致し方ないことだと思います。けど乳酸発酵させたしば漬けを食べてごらんなさい。そりゃもううまいですよ。やはり微生物が生み出す味は調味料では再現できません。それでは簡単にご家庭で京都の伝統的な味を出せる漬け方をご紹介したいと思います。この動画を見れば乳酸発酵による調味料では到底出せないような美味しい味のしば漬けをつけることができるようになりますよ。このチャンネルでは未知なる料理へ楽しく挑むような動画を週1回ぐらいのペースで更新してます。チャンネル登録してくださいね。またブログ、ツイッター、インスタグラムもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますんでチェックしておいてください。塩はナスとキュウリとミョウガ全部の重さの 3% の重さです。例えばナスとキュウリとミョウガが合計で 100g だったらお塩は 3g です。それと赤しそです。材料について詳しくは動画の説明欄をご覧ください。今回のレシピでは赤しそ漬けを作っておいてからナスとキュウリとミョウガを漬けたものを合わせるっていう漬け方でやります。赤しそ漬けは自分で漬けるとしその風味がすっごいいいんですけど、面倒なら市販の赤しそ漬けを買ってきてもいいですよ。ナスのヘタを取って半分に切って斜めに適当に切っていきます。別に切り方はどうでもいいですよ。とにかく一口大に切ったらいいです。きゅうりもナスと同じ要領で切っていきます。きゅうりもとにかく一口大に切っていけばいいです。みょうがは半分に切ってからさらに細く切ります。我が家ではこうやってボウルにナス、きゅうり、みょうが、塩を入れて漬物石を乗せる方法でやったんですけど、ここまでやった時点で漬物石があるご家庭ってそんな多くないなって思いまして、保存袋さえあればできる方法で改めて作り直しました。野菜を切って保存袋に入れていきます。保存袋が満タンになったんで重さを測ります。 431g ありますね。これの 3% ということで 13g の塩を入れます。塩が入ったら一旦蓋をして軽く振ってもみもみして塩を全体に行き渡らせます。ちょっと押さえたらもう少し野菜が入りそうだったんで、きゅうりをもう1本入れようと思います。きゅうりは準備してたのに入りきらないと思って諦めてたんですよ。このきゅうりが 83g なんで、きゅうりを切って入れて塩をさらに 2g 入れました。これで蓋をして軽く混ぜます。それで中の空気がなくなるように押さえて蓋を閉めます。中身を平らにならして常温で置いておきます。重しはいりません。赤しそを洗って葉っぱだけちぎって取り出します。できました。次にボウルに赤しその葉を入れ塩を入れて揉みます。次第にしその葉がしんなりしてきます。十分にしんなりしたら水分をぎゅっと絞ります。
絞ったシソの葉に、本当は白梅酢なんですけど、なかったんで赤梅酢を入れました。白梅酢も赤梅酢もなければ普通のお酢でもいいですよ。箸で混ぜてますけど、本当は手で揉みます。さらにちょっと梅酢を足しました。これで赤しそ漬けは完成です。適当な容器に入れて冷蔵庫で保存しておきます。これをするのが面倒なら市販の赤しそ漬けを買ってきてもいいですよ。ちょっと野菜がしんなりして水分が出てきたのがわかりますか？こんな風にしんなりしてきたら、また押さえて中の空気を出して蓋を閉めます。それでまたずっと常温で置いておきます。こんな感じになってます。水分が出て、その水分はナスの色だと思うんですけど、茶色く染まってます。また押さえて中の空気を出して蓋を閉めます。この時点でもう食べることはできるんですけど、さらに乳酸発酵させるんで常温で置いておきます。乳酸発酵してくるとこの水分が白く濁ってくるんですよ。白く濁ってくるまで常温で置いておきます。冷蔵庫に入れると発酵が進みませんから常温で置いてくださいね。途中で何度も空気を抜いてますけど、空気がたくさん残った状態だったらカビが生える恐れがあるんですよ。あまり神経質に空気を抜く必要はないんですけど、空気がたくさん残ってたらいけないってことは認識しておいてください。こんな感じになりました。水分が白く濁ってきたのが分かりますか？漬け始めてから1日目のものと3日目のものの色を見比べてみましょう。全然色が違いますよね。これが乳酸発酵してきた証拠です。乳酸発酵したので次の段階に進みます。まずは水分を捨てます。この水分すっごい漬物の匂いしてます。この匂いはちゃんと乳酸発酵している証です。ここに赤しそ漬けを入れます。赤しそ漬けの量は漬物全体の1割程度です。軽く混ぜました。また押さえて空気を抜いて冷蔵庫で1日置いたら食べられます。これが完成したしば漬けです。こんなになってます。綺麗に染まりましたね。それではちょっといただいてみましょうか。ではいただきます。むちゃくちゃうまいです。発酵による酸味が出てますね。発酵による酸味はただ酸っぱいだけじゃなくて、なんかようわからんけど美味しいんですよね。旨味もあるんですよ。それで赤しその香りとみょうがの香りも効いてるんですよ。これはうまいです。ご飯が何倍でもいけそうですね。お酒も合いますよね。はい、というわけでどこのご家庭でも乳酸発酵させた本物の味が出せるんですよ。ぜひともお試しください。しば漬けの乳酸菌は植物性の乳酸菌ですから、生きて腸まで届いて腸内環境にいいんですよ。日々の食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。食べてみて酸味が足りないと思ったら、おそらく乳酸発酵が少ないっていうことなんで、常温で置いておけばさらに発酵が進みます。常温で置く場合は袋の空気を抜いてから置いてくださいね。空気が残ってたらカビが入ることがありますからね。食べてみて十分に酸味があると思ったら、もう十分に発酵してるってことなんで、冷蔵庫に入れてください。冷蔵庫でも少しずつ発酵は進みますから、なるべく早く食べてくださいね。発酵度合いは人それぞれ好みがあるんで、ご自分の好みに合わせて発酵度合いを決めてください。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。